写真をいっぱい撮ってサンプルをたっぷり集めてモラをジャブジャブ稼ぎまくれ。あら、とんでもない大物が来ましたね。こんにちは。もしよろしければあなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。おいらたちに言ってんのか。今おいらたちの写真を撮りたいって言ってたよな。おいらたちの写真を撮りたがる人がいるなんて。おいらたちもすっかり有名人だな。言っとくけど、もしおいらたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、フォンテーヌのスタイルに従ってちゃんとギャラを支払ってもらうからな。もちろんです。お二人の写真を撮れることは私にとって光栄なことです。写真1枚で150万モラはどうでしょう。尊き最高の冒険者コンビさん。そうこなくっちゃって。ちょっと待って、いくらだって。150万モラ。おいらの聞き間違いじゃないよな。写真1枚で150万モラだなんて、ちょっと大げさじゃないか。おいらたちの肖像ってそんなに価値あんのかよ。150万モラくらいなんてことありません。もし私と組む気があるなら、写真機でパシャパシャ撮影するだけで9桁ものモラを稼ぐのだって朝飯前ですよ。9桁だと ?1、10、100、1000、10万、100万、1000万。こんなに稼げるのか。そうだ、全部でち上げだろ。いくらおいらでも信じないぞ。まさかお前詐欺師とかじゃないだろうな。さてはおいらたちの名前で詐欺を働こうと企んでるんだろ。詐欺なんとバッチリ計画の趣旨を当てられましたね。しかしその正反対ですよ。詐欺を働く悪党どもをテイワットから完全に駆逐することが目的です。そしたらあなたたちにたっぷりギャラを払えますよ。ちょっと待て。おいらさっぱり話についていけないぞ。お前は道端で写真を撮ってただけだろ。なのになんで犯罪撲滅みたいな話につながるんだ。その質問に答えるためには、人々がついつい見過ごしがちな警備ロボによるターゲット認識機能についてお話ししなければなりません。当たり前のことですが、警備ロボが犯罪行為を制圧するためには、まず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。善良な人を悪者だと誤解したり、あるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。例えば漁師の手に握られている釣り竿を長槍に見誤ったり、パイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけません。一理あるかもな。もし私が猫や犬、ヤマガラやハト、もしくはプクプク獣の被り物をして遊園地のマスコットのような格好で現れたら、警備ロボはどう出るでしょうか。それは反則だぞ。お前が言った動物はどれも可愛いから警備ロボは攻撃したりしないだろ。それにそもそもプクプク獣が街に現れることなんてないだろうし。ピンポーン、よくぞ答えてくれました。実際街にいる警備ロボは猫や犬、ヤマガラやハト、特にプクプク獣をターゲットにすることはありません。識別するときそれらをスキップするのです。
装置稼働効率の観点から遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。以前スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者がプクプク銃に変装し窃盗を働いた。彼らを空気扱いした警備ロボはその犯罪行為を阻止することは一切なかった。プクプク銃に変装して泥棒しただって。しかも警備ロボはそれを見逃したのか。よく考えてみたらムカつくけど、なんか怖くもあるよな。もしそいつらが物を盗むだけじゃ満足しないでもっと悪いことをしようとしたらまずいだろう。ですのでこれは画像認識をめぐる戦いなのです。しかも犯罪者たちの偽装技術が上達するにつれこの戦いは激しさを増していきやがて技術戦争へと変貌するでしょう。フォンテーヌの治安のために画像認識学エンジニアであるこの私が一刻も早く力を発揮しなければなりません。私は今さまざまな画像サンプルを収集している最中です。大量のサンプルから簡潔かつ高い効率と正確性を両立させた画像認識のロジックを導き出しロジックをプログラムした小型補助装置を製作する予定です。製作した小型補助装置をクロックワークマシナリーに組み込めば偽装を見破り犯罪行為を正確に判断できる能力が備わるようになります。計画通りにいけば理想的な治安効果を維持するためにパレメルモニアは全ての警備ロボをアップグレードするはず。とてつもないビジネスチャンスなのです。おいらピンときちゃったぞ。普通お前みたいな研究職はフィールドワークが苦手だからせいぜい街中でサンプルを集めるだけだろ。おいらたちに協力を提案したのもサンプルの数を増やすためにおいらたちを使い走りにしていろんな写真を撮ってきてほしいからじゃないのか。ご本その通りです。私のニーズを読み取る勘の鋭さ。さすがは最高の冒険者コンビですね。さあ私のプロジェクトに参加しませんか。画像認識のプロとして共に犯罪者たちの手口を暴こうじゃありませんか。あなたたちは私と一緒に画像認識の革新へと至る道筋を見つけフォンテーヌの技術の発展と治安のために貢献できるのです。富と名声を手に入れる絶好のチャンスですよ。まあ聞いた感じだと確かに価値のある研究みたいだな。たとえモラの分け前を考えなくても放ってはおけないぜ。悪事を働いた上にプクプク銃に濡れ衣まで着せる悪党をこれ以上増やしちゃいけないからな。その勢いです。パートナーシップの成立ですね。ではこの画像認識サンプル収集機の予備機をお渡しします。この中には私が特別に製作した記録装置と分析装置、それに自作のマニュアルが搭載されています。事前に各地の資料を見比べた上で重要なサンプルの特徴を整理しマニュアルにまとめておきました。それに従って写真を撮ってきていただければ結構です。どうです？難しくないでしょう？画像認識戦争の勝利と大量発注の未来のために力を合わせて頑張りましょう。
お願いです、シャルロットさん。いや、シャルロット様、お願いですから冗談だと言ってください。ブクブク中の変装をし、警備ロボの目を逃れ犯罪へ。この事件は事実ですよね。画像認識技術のために私は貯金を使い果たした上、銀行から大金を借りたんです。この通り土下座でもしますから。レピーヌ・ポーリーンさん、落ち着いてください。研究に対するあなたの熱い思いと大口発注への渇望は理解できますが、しかしあれは間違いなく小説です。誰かが趣味で創作して匿名で投稿した報道記事風の物語なんです。おいらわかったかもだぞ。もしかしてレピーヌ・ポーリーンが前にスチームバード新聞で読んだ記事って、編集者たちが会議で話し合っているのをこの耳で聞いたんですから。編集者たちもあの小説が民衆に誤解を与えるんじゃないかって懸念して、わざわざ筆立邸に問い合わせまでしたんですよ。しかし思いのほか、筆立邸はあの小説が気に入ったみたいで、偽情報が潜在的犯罪者の耳に入れば目立つ被り物での犯行を誘導できるかもって。警備ロボの識別能力はベテランの警察と肩を並べるほどだから、そんな犯罪を見逃すはずがありません。かえって犯行を目立たせるだけ。小説が掲載されてからというもの、数多くのプクプク獣怪と巨大赤冠柄にフライムマンたちが筆立邸によって逮捕されました。あの小説が治安維持の一助となったのは事実ですが、まさかあなたのような研究員まで引っかかるとは。しかも多額の投資までしていたなんて。レピーヌ・ポーリーンの研究の動機が嘘っぱちの物語だったなんて。ってことはオイラたちの分け前もなくなっちゃったのか。じゃなくてあいつの投資は全部無駄になっちゃったのか。旅人とパイも戻ってきたのね。近くで取材してたら偶然レピーヌ・ポーリーンさんに出会ってね。彼女の研究のことと君たちのことも聞いたよ。私も画像認識技術の宣伝文を書いてって頼まれたの。原稿料とレンズの見本まで渡されてね。でも残念なことに彼女の期待も君たちの努力も無駄になってしまった。君たちにギャラを払わないといけないって彼女は頭を抱えてたわ。慰めの言葉はかけたけど、すぐには受け入れられないだろうね。オイラたちもこんなことは初めてだぞ。その作家はただ面白い物語を書きたかっただけだろうし、筆立邸のやり方だって確かにフォンテーヌの治安維持の役には立ったもんな。ちょっとレピーヌ・ポーリーンさん、何してるんですか。警備ロボと一戦やるんです。それからエピクレシス歌劇場に行ってメロピデ要塞に住民登録をしようと思います。そしたら借金を返さずに済むでしょ。そう、それが生き延びるための唯一の方法。早まりすぎです。あなたが警備ロボと戦ったって彼らの外装さえ破れないでしょ。せいぜい筆立邸で数日過ごした後、借金は借金で返さなきゃいけないんですよ。それよりこの技術に一体いくら注ぎ込んだんですか。27万モラ。メロピデ要塞に逃げ込むほどの額でもなさそうですけど。旧フォンテーヌ科学院の外注説明エンジニアに過ぎない私にとっては何年もかけて一生懸命貯めてきた貯金なんです。それに
失ったのは貯金だけではありません。私が思い描いてきた画像認識の輝かしい未来も、億万長者になる夢も、何もかもが消えてしまいました。私の人生も台無しです。5本。そう落ち込まないでください。レピーヌ・ポーリーンさん、私に一つ提案があります。よく見てみたら、先ほど渡してくれた見本、画像認識サンプル収集撮影レンズは、より正確に収集し分析するための特別設計がなされているようですね。本来の機能とは別に、素早くフォーカスを変えられるこのレンズは、きっと記者たちの役に立つと思いますよ。フォンテーヌ新聞業界の進化を推し進める力になるかもしれません。ですから、あなたのこれまでの研究は決して無駄ではありません。思いがけない分野ですごい進化を発揮できるかもしれませんよ。本当ですか？もちろんです。こう見えてもスチームバード新聞で経験を積んできた記者ですよ。同業者たちが仕事でどんな課題を抱えてるのかよーくわかってます。ですからまずは気を取り直してください。その後レンズの量産について考えましょう。記者の仲間たちにもあなたのレンズのことを紹介して取引先を当たってみますから。そんな幸運が訪れるとは。もしかしたら撮影設備発展のチャンスをつかめるかも。それで大口発注が来たら億万長者になるのも夢じゃない。もう少し資金を借り入れた方がいいでしょうか。撮影設備戦争を勝ち抜くためにはいち早くレンズを改善して市場先取りしないと。レピーヌ・ポーリーン、夢ばっか見てないで、まずは一歩ずつ進んでいこうぜ。全財産をつぎ込んで一夜にして金持ちになるなんて野望はやめた方がいいぞ。もし知り合いのつてで画像認識の設備を必要としてる工房に売ることができたら、もう少しモラを集めることができるわ。もっと早く考えつけばよかった。では急げ、一刻も早く。もう行っちゃったぞ。オイラたちの話全然聞いてないじゃんかよ。まあ少しわかる気もするわ。インスピレーションと情熱が湧き上がった時、仕事のことしか頭にないから人の話が入ってこないんだよね。新人記者にもそういうタイプが多いの。心配しないで。今回の出来事を記事にするつもりよ。レピーヌ・ポーリーンさんの様子も時々見に行ってあげるから。彼女の研究はきっと記者たちの役に立つと思うわ。彼女が軌道から踏み外すことなく、できるだけ早くレンズの大量生産にこぎつけられるように、私もアドバイスしてあげるつもりよ。そしたらオイラたちも安心だぜ。そうだ、このサンプルレンズは君たちにあげるわ。ほら、君たちってあっちこっちを旅してるでしょ。すごいツールはすごい人の手に使われて初めてその進化を発揮する。きっと君たちが使った方が素晴らしい瞬間をたくさん記録できると思うわ。ありがとな、シャルロット。分け前はなくなったけど無駄足にはならなかったぜ。大したことないよ。私も特ダネを仕入れることができたしね。特殊なニーズがあったからとはいえ、新聞報道と文学作品の境界線はできるだけ線引きさせた方がいい。レピーヌ・ポーリーンさんみたいな善良な市民が不幸な目に遭うことが二度とないよう、編集部にちゃんと話しとくわ。